怪異の日本史、妖怪はいかに生まれ、消え、そして蘇ったのか。序章、妖怪はいつ消えたのか。妖怪は消えたのではない。人間が恐れる場所が変わるたび、その姿を変えてきた。かつて山には天狗がいた。川には河童が潜み、夜の道には鬼が現れた。原因のわからない病に倒れれば、もののけや怨霊の仕業を疑い、恨みを残して死んだ者は、生者の世界へ戻ってくると考えられた。人々は、これらを単なる作り話として聞いていたのではない。山で人が消え、川で子供が命を落とし、疫病が宮、子を覆う。原因が見えない出来事をそのまま受け入れることはあまりにも恐ろしかった。だから人間は恐怖に名前を与えた。姿を描き性格を与え、現れる場所と避ける方法を語った。名もない異変は物語となり、怪異は妖怪になった。しかし時代は変わる。夜には明かりが灯り、山には道路が通り、病には診断名がついた。明治の知識人は迷信を退治し、学校は合理的な知識を教えた。妖怪は科学に敗れた。そう見えた。だが江戸の絵師が描いた異形の者たちは漫画、映画、テレビ、アニメ、ゲームの中で生き続けた。山から消えた怪異は学校のトイレへ移り、街道から消えた怪異は駅やトンネルへ現れた。井戸端の噂は電話へ移り、やがてインターネットと SNS を駆け巡った。妖怪とは昔の人々が信じた空想ではない。人間が恐怖と共に生きるために作り続けてきたもう一つの日本史なのである。第一章、妖怪という言葉の前に、私たちは天狗、河童、鬼、狐、六六尾、座敷わらしをまとめて妖怪と呼ぶ。だが古代や中世の人々がこれらを最初から一つの分類として考えていたわけではない。そこには神がいた、霊がいた、鬼がいた、もののけがいた、たたり、開花、開音、異形の動物がいた。同じ存在がある土地では神として祀られ、別の土地では人を害する怪物として恐れられることもあった。幽霊と妖怪の境界も明確ではない。幽霊は死者の霊、妖怪は人間以外の怪物と説明されることが多いが、産めや船幽霊のように死者でありながら妖怪として語られる存在もいる。鬼もまた死者の霊、病、山の住人、仏教の地獄にいる極卒など様々な意味を重ねてきた。この動画では怪異を人間が異常だと感じた現象や出来事、妖怪をその怪異に与えられた名前、姿、物語として考える。妖怪の歴史とは奇妙な生き物の一覧ではない。人間が何を異常と呼び、何を恐れ、何を祭り、何を社会の外へ追い出してきたのか、その境界が変化してきた歴史である。第2章、災いとたたり。古代の人々にとって病や災害は自然現象であると同時に政治と道徳の問題だった。日照り、洪水、地震、雷、疫病、それらは偶然に起きる無意味な出来事ではなく、神々や死者が人間の行いに反応した結果と考えられた。特に恐れられたのが恨みを抱いて死んだ者の霊である。政治争いに敗れ無実を訴えながら命を失った者、その死後に疫病や落雷が続けば人々は両者を結びつけた。災いを止めるには霊を否定するのではない。位を与え、社を建て、祭り、怒りを鎮めなければならない。こうして怨霊は祀られることで御霊へ変わった。危険な力を消し去るのではなく、共同体の中に居場所を与え、守護する力へ変える。これは日本の怪異文化を貫く重要な考え方だった。疫病が身も同じである。病原体を知らない社会では、病は外から入り込む何者かの仕業として語られた。疫病を繰り返す祭り、町の教会を清める儀礼、道を守る神、それらは単なる迷信ではなく、不安の中で共同体の秩序を立て直すための実践だった。怪異は自然を説明しただけではない。誰の死が忘れられ、誰の恨みが残っているのかを社会へ突きつける政治的な記憶でもあった。第3章、海を越えてきた異界と平安のもののけ。日本の妖怪文化は日本列島の内部だけで生まれたものではない。仏教は地獄、餓鬼、羅刹、夜叉、天魔といった異形の存在を伝えた。悪行の報いとして怪物の世界へ落ちる物語は人間の行為に因果を与えた。一方で荒ぶる存在を仏法によって重複し、守護者へ変える発想も広がった。中国の陰陽五行説や天文戦術は日食、水星、異常気象、奇妙な動物の出現を
国家の乱れを知らせる兆しと考えた。日本で発達した陰陽道は大陸由来の知識と在来信仰、仏教を組み合わせ、暦、方角、吉凶、病、怪異へ対処した。平安貴族の世界では突然の高熱、意識の混乱、出産の異常などが物のけの仕業と考えられることがあった。物のけは必ずしも目に見える怪物ではない。誰かの生き量、資料、怨念、正体のわからない力が人の体へ入り込む。僧侶は経を読み、陰陽師は原因を占った。源氏物語に描かれる六条の宮どころの生き量はその象徴である。愛情、嫉妬、屈辱が本人の意志を超えて他者を苦しめる力となる。もののけとは口に出せない感情が体と社会を壊す物語でもあった。現代なら感染症や精神的負担で説明できる症状もあるだろう。だが当時の人々は体の苦痛、感情、人間関係を一つの物語として理解しようとした。その総合的な説明がもののけだったのである。第4章、教会に現れる怪異。妖怪が現れる場所には共通点がある。山と里の境、陸と水の境、村と村の境、昼と夜の境、生者と死者の境。人間が作った秩序が弱まり、何が起きるかわからなくなる場所である。山は木材、水、薬草をもたらす豊かな場所だった。同時に道を失い、天候が急変し、獣に襲われる危険な場所でもある。山の怪異は禁じられた日に入らない、恵みを取りすぎないという規則を守らせた。川にはカッパや水の主がいた。穏やかに見える淵が突然深くなり、子供が流される。川底へ引き込む存在の物語は、危険な水辺から人を遠ざける社会的な標識にもなった。筋や橋には旅人、病、死者、噂が集まった。夜は視覚が弱まり、わずかな音や影が別のものへ見える。妖怪が教会に現れたのは、昔の人が想像力豊かだったからだけではない。そこが事故、犯罪、迷子、感染、外部者との接触が起きやすい現実の危険地帯だったからである。第5章、鬼、動物、そして社会の外側。鬼ほど多くの意味を背負った妖怪はいない。古い時代の鬼は姿の見えない霊や災いを指すことがあった。そこへ中国由来の概念、仏教の極卒、疫病、山の異形、政治の敵が重なり、角と虎側を持つ姿が作られていった。物語の鬼は都の外や山の奥に置かれ、英雄に退治された。それは王権や都市の秩序が外側を征服する物語として読むこともできる。だが鬼は絶対的な悪ではない。節分では追い払われる一方、地域によっては福をもたらす存在として迎えられる。恐ろしい力が正しく扱われれば守護者へ変わるのである。狐、狸、蛇、猫、狼も怪異の主人公となった。狐は稲荷神の使いである一方、人へ取り付き女へ化ける。狸は人を騙し、蛇は水や執念と結びつき、猫は化け猫や猫股になる。動物妖怪は人間が動物を食べ、使い、恐れ、崇めながら生きてきた複雑な関係の記録だった。さらに怪異は病、老い、出産、死、孤独からも生まれた。産めには出産で亡くなった女性への恐れと憐れみが、山姥には共同体の外で生きる女性への不安と生命力が重ねられた。妖怪を見ることはその社会が普通の人間をどう定義したかを見ることでもある。誰が内側に入り、誰が外側へ置かれたのか。怪異の姿には社会が隠そうとした体と人生も刻まれている。第6章、語りから絵巻へ。怪異は最初から本に書かれていたわけではない。ある夜に聞こえた音、山で見た影、家族に起きた奇妙な病。まず個人の経験があり、それが家族や村で語られ、何度も語り直された。語りは録音ではない。聞き手に伝わるように形が整えられ、教訓が加えられ、土地の名や有名人と結びつけられる。怪異は語られるたびに変化する。やがて噂は自社演技、貴族の日記、説話集、軍記、随筆、怪談集へ書き留められた。記録によって怪異は場所と時間を超えたが、同時に編集され別の物語へ作り変えられた。中世の百鬼夜行絵巻は見えない怪異に体を与えた。鬼、動物、奇物、奇妙な顔を持つ者たちが夜の道を列になって進む。つくも神の物語では長く使われ捨てられた道具が恨みを持ち化け物になる。物を粗末に扱ってはならないという戒めが奇物の怪異へ形を変えた。
絵によって怪異は共有しやすくなった。名もない恐怖が姿を得た時、それは記憶され、模写され、再利用されるキャラクターへの一歩を踏み出したのである。第7章、江戸の妖怪革命。江戸時代、都市人口が増え、出版と娯楽が発達すると、妖怪は大きく姿を変えた。人々は妖怪を恐れ続けた。しかし同時に、金を払って楽しむようになった。百物語、歌舞伎、浄瑠璃、見せ物、草草子、錦絵、四谷怪談や皿屋敷のような物語は、恨み、身分、男女関係、家の抑圧を舞台の恐怖へ変えた。妖怪絵には政治風刺も込められた。怪物の姿を借りれば、現実の権力者を直接描かずに、社会の不満を表現できる。子供の玩具や絵にも、妖怪は現れた。恐怖は笑いへ変わり、愛嬌のある姿で並べられた。その流れを決定的にしたのが、浮世絵師、鳥山石燕である。石燕はが図百鬼夜行などで、妖怪を一体ずつ名前と絵を添えて並べた。石燕が画期的だったのは、妖怪を物語の一場面ではなく、図鑑の項目のように切り分けたことにある。ただし石燕は、伝承をそのまま記録しただけではない。古典、中国の故事、言葉遊び、当時の風俗を材料に、新しい妖怪を生み出した例もある。妖怪は発見されるだけではない。編集され、分類され、創作される。現代人が思い浮かべる妖怪の多くは、古代から変わらぬ姿ではない。江戸の出版文化が選び、整え、広めた姿なのである。第8章。一つではない日本の異界。日本の妖怪といっても、全国に同じ姿、同じ物語が存在したわけではない。たった一つを見ても、子供の姿、水の精、猿に似たもの、馬を引き込むもの、スノーを好むものなど、土地ごとに大きく異なる。後の出版や漫画が多様な伝承を一つの共通像へまとめた面がある。東北の座敷わらし、九州のカッパ、山陰の怪異、海辺の船幽霊。怪異は土地の地形、なりわい、災害、歴史と結びついていた。農村と漁村、雪国と南の島では、恐れる自然も暮らしも異なる。さらに、アイヌや琉球には、本土とは異なる信仰と異界観がある。それらを全て本土の妖怪という枠へ押し込めれば、それぞれの文化が持つ意味を失ってしまう。妖怪文化は一つの中心から全国へ広がったのではない。地域ごとの記憶が存在し、出版、民族学、大衆文化によって後から日本の妖怪としてまとめられていったのである。第9章。明治国家は妖怪を消そうとした。明治維新後、日本は近代国家を目指した。学校教育、医学、警察、軍隊、鉄道、新聞。国家は統一された知識と制度を全国へ広げた。怪異は近代化を妨げる迷信として扱われるようになる。病は医師が診断し、事件は警察が調べ、天候は科学が説明する。祈祷師や地域の伝承に頼る社会は遅れたものとみなされた。だが妖怪は明治になった瞬間に消えたわけではない。地方では祈りと伝承が続き、都市では怪談と心霊場なしが人気を保った。合理化の時代は怪異の終わりではない。妖怪を信じるべきではないものとして再定義した時代だった。その象徴が哲学者井上円了である。円了は各地の迷信、幽霊、奇跡、予言、詐欺を集め、自然現象、心理的錯覚、人為的な偽りへ分類した。目的は人々が迷信につけ込まれ、金を奪われ、治療を誤ることを防ぐことだった。しかし、円了が妖怪を退治しようとした結果、全国の怪異が記録され、後世へ残った。消すために集めた資料が、妖怪文化の保存庫となったのである。一方、柳田国男らの民族学は、妖怪や伝承を遅れた迷信ではなく、人々の暮らしと心を知る資料として扱った。妖怪は信仰の対象から研究される文化へ変わった。第10章、妖怪の住む場所が消えた後、近代化は妖怪が暮らしていた環境そのものを変えた。街灯が夜の闇を照らし、道路が山を切り開き、川は堤防で固められた。共同体の語り手が減り、人々は地域の昔話より新聞、ラジオ、テレビから同じ情報を受け取るようになった。妖怪が現実から退いたのは人間が恐怖を克服したからではない。怪しい音は機械の故障として調べられ、病は医学が説明し、事故は警察と行政が扱う。妖怪が担っていた仕事を近代社会の制度が引き受けたのである。だが怪異は大衆文化の中によみがえった。
戦後、漫画、映画、テレビは妖怪へ新しい姿を与えた。恐ろしい存在だけでなく、弱者の味方、自然の記憶、人間社会を外から見るものとして描かれるようになる。妖怪は地域振興や商品にも利用された。土地の伝承が観光資源となり、子供向け作品では友達や収集するキャラクターへ変わった。一体ずつ名前、姿、性格を与え一覧にして楽しむ仕組みは鳥山石燕の妖怪図鑑とよく似ている。ただし可愛くなったから歴史的な恐怖が消えたわけではない。その背後には水難、疫病、死、孤独、差別の記憶が残っている。キャラクター化とは恐怖を忘れることではない。安全な距離から扱える形へ変えることなのである。第11章、都市、伝説とインターネット。山や村の生活が遠ざかると、怪異は学校、団地、病院、駅、トンネル、公衆電話へ住み始めた。トイレの花子さんは学校に現れる。口裂け女は夕方の道で子供を追い、人面犬は車社会の道路を走る。古い妖怪が自然の境界に現れたように、都市伝説は子供と大人、公共と私的空間、日常と事件の境界に現れる。都市伝説には特定の作者がいないことが多い。友達の友達が体験した。隣町で起きた。新聞には載らなかったが本当らしい。信じきれないが否定もできない距離が恐怖を生む。インターネットは怪異の生まれ方をさらに変えた。掲示板、ブログ、動画、SNS、怪談は一夜で広がり、画像、音声、映像を伴いながら変化する。誰かが作った物語を別の誰かが実話として語り、架空の怪異に目撃証言や設定が付け加えられていく。かつて村の語りは土地と人間関係の中で伝わった。インターネットの怪異は場所を持たないまま無数の人間によって共同制作される。そして未知の感染症が社会を覆った時、江戸末期の瓦版に描かれたアマビエが現代へ帰ってきた。人々はその姿を描き共有し商品にし、疫病退散の印とした。多くの人が本当に超自然的な力を信じたわけではない。それでも不安を共有し耐えるためにアマビエを必要とした。科学の時代にも人間は意味と物語を求める。アマビエの帰還はそのことを示していた。終章、妖怪は消えたのではない。妖怪は無知から生まれて科学に敗れたのではない。かつて怪異は病、災害、死、自然の危険を説明した。共同体の規則を守らせ不当に死んだ者の記憶を残し、社会の外へ置かれた人々への不安を異形の姿で表した。中世の絵巻は怪異に体を与え、江戸の出版文化は妖怪を商品と図鑑に変えた。明治国家は妖怪を迷信として退治しようとした。しかし退治するために集められた記録は民族学と大衆文化へ受け継がれた。山と川から退いた怪異は学校、駅、電話、インターネットへ移った。妖怪が現実から消えたのは人間の不安がなくなったからではない。社会の仕組みが変わり、不安の現れる場所と言葉が変わったからである。制度は全ての不安を取り除かない。原因が分かっても悲しみは残る。情報が増えても未来は見えない。社会が複雑になるほど誰が責任を負うのかわからない出来事も増える。そこに怪異が入り込む。妖怪は失われた土地の記憶、自然への恐れ、社会の外へ置かれた者の声、言葉にならない感情をその奇妙な姿の中に抱えている。妖怪とは存在したか存在しなかったかだけで測るものではない。人間が何を恐れ何を忘れずどのように世界を理解しようとしたのか、その痕跡である。妖怪はいかに生まれ消えそして蘇ったのか。答えはこうである。妖怪は消えてはいない。人間が恐怖を抱くたび何度でも別の姿で生まれ直しているのである。妖怪が陽気にチャンネル登録、高評価お願いします。